り解説。一撃必殺の美学。映画史に残る伝説のスナイパーベスト10。ねえマリサ、昔の映画に出てくるスナイパーって、独特の渋さと緊張感があって目が離せないわよね。ああ、派手な爆発に頼らず、息を殺してたった一発に全てをかける。そこには昭和の男たちが憧れた一撃必殺の美学があるんだぜ。一撃必殺の美学、なんだかゾクゾクするわね。今回はそんな伝説の狙撃手たちを紹介してくれるの？もちろんだ。今回は映画史に残る伝説のスナイパーベスト10と題して、銀幕を彩った孤高の職人たちを解説するぜ。ライフル一丁で世界と戦った男たちの生き様だ。それは楽しみ。でも、彼らの生き様を語るなら、映画の結末もわかっちゃうのかな？そうなんだ。解説では重要な結末に触れることもあるから、ネタバレにはくれぐれも注意してくれ。未見の名作がある人は気をつけてな。わかったわ。それじゃあ、心の照準を合わせて、早速お願いするわ。第10位。メカニック。1972年。アーサー・ビショップ。まず第10位は、1972年公開の傑作アクションメカニックから、チャールズ・ブロンソン演じるアーサー・ビショップだぜ。メカニックって、機械の整備士のこと？今回はスナイパーのランキングじゃなかったっけ？この映画でのメカニックは殺し屋の隠語なんだ。ビショップはただ標的を撃つだけじゃない。相手の健康状態や生活習慣を完璧に研究して、事故や病死に見せかけて始末する。まさに精密機械のようなプロフェッショナルなんだぜ。事故に見せかけるなんて、すごく頭を使う仕事ね。でも、それってスナイパーとしての腕前も関係あるの？もちろんだ。それが遺憾なく発揮されるのが、伝説と言われる冒頭の約16分間だぜ。なんとこの間、セリフは一切なし。ビショップは安宿の一室から、ライフルのスコープで向かいのアパートをじっと監視し続けるんだ。16分間もセリフなしで監視。息が詰まりそうな緊張感ね。彼はあらかじめ標的の部屋のガスレンジや本に細工をして、ガス漏れを起こさせていた。そして標的が帰宅して本を手に取ったその一瞬、ビショップはライフルで正確に仕掛けを撃ち抜いて大爆発を起こすんだ。うわぁ、遠くからライフルの一撃で爆発を誘爆させたのね。それが、ガス爆発事故として処理されるなんて、まさに殺しを科学しているわ。孤独にクラシック音楽とワインをたしなみながら、仕事は完璧にこなす。そんな彼だが、最後は弟子にした若者スティーブに裏切られ、毒を盛られてしまうんだ。そんなすごい人が弟子に殺されちゃうの？悲しすぎる結末だわ。だが、ただでは死なないのがこの男の凄みだぜ。ビショップが生き絶えた後、何も知らずに彼の愛車に乗り込んだスティーブもまた、仕掛けられていた爆弾で木っ端みじんになるんだ。死んでなお、裏切り者を始末したってこと？その執念と準備の良さ、これぞプロの美学ね。第9位。スターリングラード。2001年。バシリ・ザイツェフ。続いて第9位は、2001年公開の戦争映画、スターリングラードから、ジュードロー演じるバシリ・ザイツェフだぜ。スターリングラードって、第二次世界大戦の激戦地よね。街中が瓦礫の山になったって聞いたことがあるわ。その通りだぜ。そんな極限の戦場で、実在したソ連の英雄として祭り上げられたのが、羊飼い出身の狙撃手バシリなんだ。彼は実戦で225人以上を仕留めたと言われる本物の伝説だぜ。彼を抹殺するためにドイツ軍から送り込まれた貴族のスナイパー、K 日記少佐との対決は、映画史に残る緊迫の心理戦だぜ。スナイパー同士の対決なんて、お互いに姿が見えないから怖そうね。バシリはどんな風に敵を倒すの？特に凄まじいのが、冒頭で彼の才能が発覚するシーンだ。死体の山の中で死んだふりをしていたバシリは、近くのドイツ将校たちを狙う。だがすぐには撃たない。味方の砲弾が着弾する、ドーンという爆音に合わせて引き金を引くんだ。爆発音に合わせるの？それってどうして？銃声を爆音でかき消すためさ。敵に位置を悟られないまま、一発、また一発と確実に5人を仕留めていく。この冷静な知略が、彼を伝説の英雄へと変えたんだぜ。
音を利用して気配を消すなんて、まさにプロの仕事ね。でも、ライバルも強敵だったんでしょ？最後はどうなったの？ああ、最後は親友ダニロフの悲しい犠牲があったんだ。ダニロフは自らおとりとして飛び出し、K 日記に撃たれてしまう。だがその発砲で敵の位置を特定したバシリは、逃さず照準を合わせる。親友の死を無駄にしなかったのね。K 日記も自分の居場所がバレたと悟り、静かに帽子を脱いで死を受け入れる。その瞬間、バシリの弾丸が彼の眉間を貫いたんだ。悲劇的だが、極限の緊張感の中で描かれる一撃必殺の美学がここにあるぜ。第8位、フルメタルジャケット、1987年、ベトコンの少女狙撃兵。第8位は、1987年公開の戦争映画の金字塔、フルメタルジャケットから、後半の笛市街戦に登場するベトコンの少女狙撃兵だぜ。この映画って、前半の鬼教官ハートマン軍曹のしごきが有名よね。でも、後半にそんな印象的なスナイパーが出てきたかしら？ああ、前半が有名だが、後半の実戦パートで描かれるこの狙撃兵の恐怖こそが、戦争の狂気を象徴しているんだ。具体的には、廃墟と化した笛の街を進軍するジョーカーたちの正体が、たった一人の見えない敵によって足止めを食らうシーンだぜ。たった一人に正体が？一体どんな攻撃をしてきたの？姿を見せずに、ハイビルの影から正確な射撃で隊員を狙い撃ちにするんだ。しかも、即死させずにわざと手足を打って負傷させ、助けに来た仲間をおびき寄せてさらに撃つという、冷徹な囲い込み戦法を使ってくる。これでエイトボールや毒、そして指揮官のカウボーイまでもが命を落とすんだ。助けようとする心を利用するなんて残酷すぎるわ。仲間が目の前で次々と倒されていくなんて、パニックになるに決まってる。ジョーカーたちは復讐心に燃えて、煙幕を焚きながら決死の覚悟でビルへ突入する。だが、そこで彼らが目にした正体は、屈強な兵士なんかじゃなく、まだ年派もいかない一人の少女だったんだぜ。嘘でしょ。あんなに恐ろしい狙撃をしていたのが、子供だったの？そのギャップこそが衝撃なんだ。撃たれて瀕死になった少女は、祈りながら、私を、撃って、シュートミーと懇願する。最後はジョーカーが震える手で引き金を引き、彼女にとどめを刺すんだ。生きるために殺し合う戦争の現実を見せつけられるようね。少女を撃たなきゃいけないジョーカーの気持ちを思うと、胸が張り裂けそうだわ。この瞬間、彼は訓練された殺人機械としての業を背負うことになる。戦争という地獄が人間をどう変えてしまうのかを見せつける、トラウマ級の名シーンだぜ。第7位、夕日のガンマン、1965年、ダグラス・モーティマー大佐。第7位は、1965年のマカロニウエスタンの金字塔、夕日のガンマンから、リー・バンクリーフ演じるダグラス・モーティマー大佐だぜ。この映画って、若き日のクリント・イーストウッドが出ている作品よね。でも、今回はスナイパー特集でしょ？西部劇のガンマンが入ってくるの？ああ、イーストウッド演じるモンコがリボルバーの早撃ちなら、この大佐は長距離射撃のスペシャリストなんだ。彼は馬車にまるで武器庫のように多彩な銃を隠し持っていて、場面に合わせて使い分ける知的な職人なんだぜ。移動武器庫なんてロマンがあるわね。具体的にどんな射撃を見せてくれるの？二人が初めて対峙する帽子撃ちのシーンが有名だぜ。モンコが大佐の帽子を撃ち飛ばして挑発するんだが、大佐は慌てず騒がず、愛用の超重心ピストルにストックを装着する。そして、モンコの帽子をさらに高く、遥か遠くへ弾き飛ばし続けて、格の違いを見せつけるんだ。うわぁ、イーストウッドを射撃の腕で圧倒しちゃうなんて、大人の余裕たっぷりで痺れるわね。だが、彼が賞金稼ぎをしているのには悲しい理由があった。実は凶悪犯インディオに殺された妹の復讐のためだったんだ。ラストの決闘では、妹の形見である懐中時計のオルゴールが鳴り止む一瞬の静寂を合図に、早打ちでインディオを倒すんだぜ。復讐のために生きてきたのね。目的を果たした後はどうなったの？復讐を終えた大佐は、金などいらんとばかりに莫大な賞金をすべてモンコに譲り、一人で去っていくんだ。その背中は、
まさに男が惚れる男の美学そのものだぜ。第6位、狙撃。1968年、松下徹。第6位は、1968年公開の東宝映画、狙撃から、加山雄三演じる松下徹だぜ。加山雄三さんって、若大将シリーズの人よね。海で歌ってる明るい好青年のイメージしかないんだけど、スナイパーなの？そこがこの映画の最大の衝撃なんだ。いつもの爽やかな笑顔を完全に封印して、セリフも極端に少ない冷酷なプロの殺し屋を演じているんだぜ。まさに、アナザーサイドオブ若大将とも呼べる、ニヒルな魅力が爆発しているんだ。全く想像つかないわ。具体的にどんなすごい狙撃を見せてくれるの？伝説的なのが冒頭のシーンだ。有楽町のビルの屋上から、なんと走行中の新幹線、光の乗客を狙撃するんだぜ。走ってる新幹線を、それは難易度が高そうね。タバコの煙で風を読み、タイミングを測って一発で仕留める。その手際がめちゃくちゃリアルで渋いんだ。武器の調達役として海遊騎士打診も出ていて、ソ連製の銃やモーゼルなど、当時の日本映画としては異例なほど銃器の描写にこだわっているのも特徴だぜ。本格的ね。でも、若大将がそんな冷たい役をやるなら、敵も相当強くないと釣り合わないんじゃない？その敵役がまた最高なんだ。名優森正幸が演じる初老の殺し屋なんだが、見た目は上品な紳士なのに殺気がすごい。加山雄三はこの強敵に対抗するために、左手で抜いて右手で撃つ特殊な早撃ちを猛練習して挑むんだ。ベテラン俳優との対決も見ものなのね。最後はどうなるの？クライマックスは広大な砂丘での一騎打ちだ。遮蔽物のない場所で、お互いに走りながら撃ち合う緊迫の死闘だぜ。最後は傷つきながらも敵を倒し、俺は生きる。俺は殺すという神の引用で終わる虚無的なラスト。和製ハードボイルドの金字塔だぜ。第5位、プライベート・ライアン。1998年、ダニエル・ジャクソン二等兵。第5位は、1998年公開の戦争映画の傑作、プライベート・ライアンから、バリー・ペッパー演じるダニエル・ジャクソン二等兵だぜ。この映画、トム・ハンクスが隊長役ですごく有名よね。ジャクソンって、その部隊にいたスナイパー？そうだ。彼は敬虔なカトリック教徒で、自分ほどの腕があればヒトラー暗殺も朝飯前だと豪語する凄腕なんだ。特徴的なのは、射撃の際に必ず、主は我が力、我が戦いにおける手なりと、聖書の祈りを口ずさみながら引き金を引くことだぜ。お祈りしながら敵を撃つなんて、なんだか神秘的でゾクッとするわね。しかも左利きでしょ？右利き用の銃を器用に左に構えていたのが印象的だわ。その神業が炸裂するのが、途中の村での戦闘シーンだ。味方のカパーゾが敵の狙撃手に撃たれて致命傷を負うんだが、ジャクソンはその敵の位置を瞬時に特定する。そして、なんと相手が覗いているスコープのレンズごと、敵の右目を撃ち抜いて仕留めたんだ。スコープごと撃ち抜くなんて、相手もこっちを狙っていたってことでしょ？まさに一瞬の差が生死を分けたのね。だが、そんな彼にも壮絶な最後が待っていた。クライマックスの橋の防衛戦で、彼は高い鐘楼の上からドイツ兵を次々と狙撃して味方を援護する。しかし、敵の自走砲がゆっくりと砲身をこちらに向けていることに気づくんだ。スナイパーに対して大砲を向けてきたの？ああ、ジャクソンはとっさに味方に退避を叫ぶが、その直後に砲弾が直撃し、彼は塔ごと吹き飛ばされて戦死してしまう。神に祈り続けた名手が、圧倒的な火力の前にあっけなく散る姿は、戦争の無慈悲さを強烈に突きつけたぜ。第4位、山猫は眠らない。1993年、トーマス・ベケット上級総長。第4位は、1993年公開のアクション映画、山猫は眠らないから、トム・ベレンジャー演じるトーマス・ベケット上級総長だぜ。山猫は眠らないって、砲台のセンスが抜群にかっこいいわよね。現代はシンプルにスナイパーなんでしょ？ああ、このタイトル通り、ベケットはジャングルに潜む山猫のように、
隠密行動とワンショットワンキル、一撃必殺を信条とする伝説のスナイパーなんだ。ギリースーツで風景に溶け込み、何時間も微動だにせず標的を待つ姿は、地味だがリアルな職人芸そのものだぜ。一撃必殺。プロ中のプロって感じね。でも、映画としては派手なシーンもあるの？もちろんだ。特に印象的なのが、発射された弾丸の視点でターゲットに向かって飛んでいく、独特のカメラワークだ。それに、敵スナイパーとの対決では、相手が覗いているスコープごと脳天を打ち抜くカウンタースナイプも見せてくれるぜ。うわぁ、またスコープ抜き。スナイパー映画のロマンが詰まってるわね。彼にはオリンピック銀メダリストの相棒がいたわよね。ああ、ミラーだな。射撃の腕はいいが実戦経験ゼロの彼に対し、ベケットは殺しを楽しんでいるのか？痛みを感じなくなったらおしまいだと厳しくプロの哲学を説くんだ。だが、クライマックスではベケット自身が最大の悲劇に見舞われる。何があるの？敵に捕まり、拷問を受けるんだが、そこでスナイパーにとって命よりも大事な右手の人差し指を無慈悲に破壊されてしまうんだ。ひどすぎる。引き金を引く指を失ったら、もうスナイパーとして生きられないじゃない。二度と元には戻れない体になっても、最後は相棒に救出されて生還する。その喪失と哀愁も含めて、彼は伝説になったんだぜ。第3位、ゴルゴ13、1973年、ユーク統合。いよいよトップ3だぜ。第3位は、1973年に公開された東映映画、ゴルゴ13から、高倉健演じるデューク統合だ。高倉健さんがゴルゴを？健さんといえば人気映画とか、寡黙な日本男児のイメージだけど、あの劇画のゴルゴになりきれるの？それが驚くほどハマっているんだ。実は原作者の斎藤隆夫先生自身が、ゴルゴのモデルは高倉健だと公言していて、映画化の条件に健さんの主演を指名したくらいなんだぜ。だから無理なカツラやメイクは一切なし。単発に黒のスーツ、そしてサングラスという姿だけで、劇画から抜け出したような本物のゴルゴがそこにいるんだ。原作者のお墨付きだったのね。それなら納得だわ。でも、ゴルゴって世界中を飛び回るじゃない？日本で撮影したの？いや、そこも規格外だぜ。なんと革命前のイランで全編ロケを敢行しているんだ。テヘランの街並みやペルセポリスの遺跡など、映像のスケールがとんでもない。しかも、日本人キャストは高倉健ただ一人。他の役者は全員イラン人で、日本語に吹き替えられているという異色の構成なんだ。たった一人の日本人。その孤独な状況自体が、孤高のスナイパーっぽさを際立たせているわね。ああ、ストーリーも非常だぜ。犯罪応募アを狙う過程で、協力者の女性捜査官キャサリンと関わるんだが、彼女が敵に捕まり人質にされても、ゴルゴは決して情に流されない。彼女が見殺しにされる悲劇を経ても眉一つ動かさず、ただ任務遂行の機会だけを狙い続けるんだ。冷徹すぎるわ。でもそれがプロの遊戯なのね。圧巻なのはラストシーンだ。砂漠を何日も歩いて横断し、ボアの隠れ家の対岸にたどり着いたゴルゴは、優雅に朝食を取るターゲットを長距離射撃で仕留める。そして任務を終えると、誰とも言葉を交わさず、登ってくる朝日の中へと消えていくんだ。その背中は、男が憧れる究極の美学そのものだぜ。第2位、ディアハンター、1978年、マイケル・ブロンスキー。第2位は、1978年公開の不朽の名作、ディアハンターから、ロバート・デ・ニーロ演じるマイケルだぜ。これって有名な戦争映画よね？でもマイケルって、専門のスナイパーだったかしら？厳密には違う。彼は特殊部隊の兵士だが、その精神性はスナイパーそのものだ。彼が持つワンショット一発への哲学は、どのスナイパーよりも深く、そして悲しいんだ。出征前の鹿狩りで、彼は鹿は一発で仕留めなきゃいけない。二発使うのは卑怯だと語り、実際に一発で獲物を仕留める。これは命を奪うことに対する、彼なりの厳格な倫理観だったんだぜ。命を奪うなら苦しませずに一瞬で、という美学ね。でも、戦場はそんな綺麗事じゃ済まないでしょ？その通りだ。
彼らを待っていたのは、捕虜となりロシアンルーレットを強要される地獄だった。だが見てくれ、極限状態の中でマイケルは狂気を装い、弾を3発に増やせと敵に要求するんだ。自分を撃つ確率を上げるの。自殺行為じゃない。いや、これは敵を油断させ、反撃のチャンスを作るための賭けだったんだ。彼はその銃で一瞬にして監視兵を撃ち殺し、仲間と共に脱出する。これこそ命を懸けた究極の一撃必殺だぜ。すごい精神力。でも、そんな体験をしたら、元の生活には戻れないわよね。ああ、期間後、彼は再び鹿狩りに出るが、絶好の機会なのに鹿を撃てなくなってしまう。そしてラスト、彼は最後に残りロシアンルーレットの闇賭博に身を投じた親友ニックを救いに行く。正気に戻そうと自らも死の席に着くが、ニックは一瞬微笑みを見せた後、引き金を引き、自らの頭を撃ち抜いてしまうんだ。救いに行ったのに、目の前で親友が、あまりにも悲しい結末ね。戦争が若者の一発の美学をどう破壊し、狂わせてしまったか。その痛みを描き切った、映画史に残る傑作だぜ。第1位、ジャッカルの日、1973年、ジャッカル。堂々の第1位は、1973年公開のサスペンス映画の金字塔、ジャッカルの日から、エドワード・フォックス演じる暗殺者、ジャッカルだぜ。この映画、タイトルは聞いたことあるわ。フランスの大統領を狙う話よね。でも、どうして彼が1位なの？それは彼が、感情を一切挟まない、究極のプロフェッショナルだからだ。依頼を受けた彼は、まずジェノバの銃職人に特殊なライフルを発注する。これは分解すると松葉杖の中に完全に隠せる、超軽量の特注品なんだ。松葉杖に隠せるライフル。道具へのこだわりがすごいわね。ああ、森の中でスイカを標的にして死者するシーンがあるんだが、そこで彼は特製の炸裂弾を使う。スイカが木っ端みじんに吹き飛ぶのを見て、彼は満足げに頷くんだ。静かなシーンだけど、その淡々とした仕事ぶりが逆に恐ろしいんだぜ。スイカで威力を確認するなんて、準備に余念がないのね。でも、警察も黙っていないんでしょ？フランス警察の名警シルベルが執念で彼を追い詰める。だがジャッカルは、亡くなった子供の出生証明書を使ってパスポートを偽造したり、髪を染めたり、車を塗装し直したりして、鮮やかに捜査網をすり抜けていくんだ。警察は常に一歩遅れてしまうんだぜ。まるで幽霊みたいね。最後はどうやって大統領を狙うの？パリ解放記念日のパレード当日、彼は松葉杖をついた少尉軍人に変装して検問を突破し、アパートの一室からドゴール大統領に照準を合わせる。そして運命の一発を放つんだが、なんとその瞬間、大統領が勲章を授与した相手へ、フランス式の挨拶である頬へのキスをするために頭を動かし、弾丸はわずかに外れてしまうんだ。偶然頭を下げたから助かったの？歴史を変える瞬間がそんなことで決まるなんて。直後、ルベル警視が部屋に突入してくる。ジャッカルは示談を装填しようとするが、警視のマシンガンに撃ち抜かれて最後を迎えるんだ。このクライマックス、BGM が一切ないんだぜ。静寂の中で描かれるプロ同士の攻防は、まさに映画史に残る緊張感だぜ。総評またはまとめ。どのアクションもすごかったけど、単に敵を倒すだけじゃなくて、引き金を引くまでの準備や葛藤にドラマがあるのよね。そうなんだ。ジャッカルのような冷徹な職人もいれば、ディアハンターのマイケルのように一発の重みに苦しむ男もいる。スナイパー映画が描くのは、スコープ越しの孤独な生き様そのものなんだぜ。確かに、一撃必殺の美学って、奥が深くて切ないわね。みんなの心に残ったスナイパーは誰だったかしら？この映画が入ってないとか、俺はこのスナイパーが好きだ、という熱い意見があれば、ぜひコメント欄で教えてくれよな。アメリカンスナイパーやザ・シューターなど、まだまだ名作はあるからな。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いするわ。次回も、昭和の男たちが痺れた名作を解説していくぜ。それじゃあ、またな。